ガンダムという神話、戦争と人間と理想の全てがここにある。ガンダムとはただのロボットアニメではない。それは人はなぜ争うのか、希望とは何か、理想と現実の間に生きるとはどういうことかという永遠の問いをぶつけてくる戦争の童話である。まずリアルロボットという革新。それまでの巨大ロボットアニメが正義の味方が悪を倒す完全懲悪の物語だったのに対し、初代機動戦士ガンダムは主人公たちが属する国家もまた決して絶対の正義ではないと示した。連邦は腐敗し、敵であるジオンにも思想や家族や誇りがある。敵も味方も人間であるというその描き方が見る者に戦争とは何かを真剣に考えさせる。モビルスーツという兵器もまたただのかっこいいロボットではない。人が乗り血を流し命を懸ける戦争の道具であるからこそ、その一つ一つの動きに魂の重みがある。ザクの頭部を撃ち抜く瞬間、ビームサーベルが装甲を裂く瞬間、そこに見えるのは勝利ではなく破壊と悲しみである。だがガンダムの魅力はそれだけにとどまらない。作品世界は宇宙世紀という一貫した年表と歴史の中で展開し、物語が進むごとに人類の歩みと進化、そして絶望と希望が積み重なっていく。アムロ・レイという少年がガンダムに乗ったその日から、シャア・アズナブルの野望と苦悩、カミーユ・ビダンの怒り、ハマーンの誇り、バナージ・リンクスの願いまで全てが連なりながら続いていく。登場人物たちの思想がぶつかり受け継がれていく、その連鎖こそがガンダムの物語なのだ。さらにガンダムは人の可能性というテーマに踏み込んだ作品でもある。ニュータイプという概念は単なる超能力者ではない。それは他者を理解しようとする力、感情を共有し争いを超えようとする進化の兆しであり、現実に生きる私たちにも重ね合わせられる理想だ。だがその理想は常に現実に拒まれ利用され潰される。それでも何度もガンダムはその理想を掲げて立ち上がる。たとえ夢が壊されても人はまた夢を見るという未来に向けた眼差しこそガンダムの本質である。そして何より私たちファンはそうした葛藤と成長を遂げる誰かに心を重ねる。銃を握った手が震えるあの時、愛する者を守るために引き金を引くあの時、そして戦いの果てに空を見上げるあの時。それは遠い未来の話でありながら私たちの物語でもある。ガンダムとは理想と絶望、戦争と平和、孤独とつながりの間で揺れる人間の物語なのだ。だからこそ40年以上経っても私たちはガンダムを語る。ジオンの赤い彗星に憧れ、ユーゴの理想に共感し、マフティーの過激さに苦しみ、バナージの涙に心を打たれる。それら全てがガンダムという名の神話の中で静かにしかし確かに燃えている。チャンネル登録、高評価お願いします。